はい、6月、竹繁殖期に突入。このように元気に生い茂る竹群です。しかしそれが6月25日、7月1日、7月22日、そして8月16日、竹は枯れました。このように、わずか2ヶ月、力とお金は極力使わず、はい、このように竹が枯れます。はい、こんにちは。竹林の根絶やし。今日はこの生い茂る竹を全滅させます。竹に悩む方必見です。もう、あと2年で高齢者65歳です。いつまでも普通に管理できるとは限りませんので、この竹を枯らします。今のうちに。ただ竹は刈り取ってもすぐ生えてきますし、じゃあどうするかと。地下茎を絶やさなければ竹は絶やせません。見事に刈り取ってかっこよく刈ったとしてもその場しのぎでしかありません。ではどうするか。はい。これからやります。はい、以前の動画でも出しました。竹ネットワークを枯らす。竹サイバー攻撃です。その前に枯らすところの全体と状況を確認します。これは実際枯らすためにとって確認は必要なことだと思いませんか？実際この竹の竹林というか、竹垣ですので、綺麗に整ってはいますが、全長30メートルあります。そしてこちらは刈り取った竹を置いておく場所なんですけど、ここを見てください。2、3年前に一度絶やしたんですが、6月に入ってまた新しい竹の芽が出て伸びていますね。再生だけが2本か3本ありますが、その他のこの伸びているやつは新しい竹です。結構しっかりしていますね。これから葉っぱが広がってきます。これ、篠竹なんですが、篠竹って2、3センチという印象はありますが、実際、竹群となって長く生きていますと、かなり丈夫になります。この竹、もう3センチでは効かないんですね。はい。結構な太さになっています。こういったものが長年竹林がありますと、どんどん出てきます。中には5センチくらいのも出ています。はい。もう6月で新しい新芽がだいぶ出ています。それをこの原液除草剤、グリホサート系の除草剤で根絶やしにします。今までは管理根絶やし、根絶やしというか管理してましたが、もうこの際、全部枯らしてしまいます。地下茎ですね。とにかく、このようにこまめに刈っていても、またすぐ生えてきますし、部分的にグリホサート系除草剤で侵食を防いでも、いずれにしても、ほぼ毎年のちょっとしたでも管理は必要なんですね。このままの状態でいてくれれば非常にありがたいんですが、竹は風情があって見てるだけでいいなら、はい。これが、6月22日、約1週間、グリホサート系除草剤原液の効果が徐々に出始まっています。はい。このようにカットして一部、そこに原液を注入しています。全部やっていたらとても面倒なので、3分の1くらいですね、全体の。4分の1とかカットして、地下茎を通して、生い茂っている竹を徐々に枯らしていくという方法です。これは機械を使ったり、大きな重機を使ったりする仕事とは違い、より数多くの人がやれる、やりきれるといった、そういった方法ではないでしょうか。いかがでしょうか。だからといって、いつまでもですね、楽にできるとは思いませんので、この際、体が動くうちにですね、こういったことは今のうちにやっておかないと、やれるうちにやります。そこ気になる方は今のうちにどうぞ、やってしまいます。今、2階の見やすいところから見ています。見下ろすように竹を見ますと、竹をカットして、除草剤を原液注入して、半月経った状態を見ますと、だいぶ葉っぱが枯れているのがわかると思います。葉っぱが落ちて枝だけになっているのもあります。それに加えて新芽の竹は先端が折れ、枝となるはずの部分が落ちています。新芽はだいぶいってますね。先端が
先端が折れてなくなり、枝になるはずの部分がそぎ落ちてなくなっています。色もだいぶ黄色くなっていますね。一部葉っぱが密集している竹がありますが、あれは栄養分を大量にもらって枯れるのを抑えるためにかろうじて今生きているところです。ああやることによって大量の栄養分を地下茎から浪費して、でも最終的にあの竹も枯れます。過去に何度も見ている光景です。はい。はい。あの下の方、竹をカットしてありますね。あそこに原液を注入したわけです。そうしますと地下茎を通って他の竹に原液の除草剤が入ることによって竹が根元からだんだん入っていって枯れていくという。つまり地下茎攻めです。竹によってはしっかり立っていることができなくて倒れかかるようなのもあります。このように部分的にあえて段階的にやっているのは、地下茎を消滅させなければいくらパッと見きれいに刈り取ったとしてもまた竹草が生えてきて同じことの繰り返しなので、決めるためには地下茎を痛めつけてですね、確認しながらやっていくと確実にこの竹群がなくなっていきます。はい、それでは実際にやってみますので、簡単です。どうぞご視聴ください。はい、まずグリフォサート系除草剤 500ml2 本、そしてよくシャンプーなどに使う100均とかニトリにも売ってる容器ですね。それにその容器が 600cc ですので 500cc のグリフォサート系除草剤1本はちゃんと入ります。で、蓋を開けましたら注ぎやすいようにアルミの口を開けてしまいます。あんまりいい開け方してませんが、とにかく開けてください。そしたら静かにですね、これ勢いよくやると液飛んでですね、指にかかると指がやけどしますのでご注意ください。あと手袋も原液が一滴でもかかると溶けて、指の方に行ったりして指がやけどします。以前それでちょっと出血したこともありますので気をつけてください。で、本当はこの手袋じゃない方がいいんですけど、赤い部分が布地ですので溶けちゃいますね、原液かかったら。慣れちゃってるからこんなことやっちゃってるんで、一応念のためお話ししておきます。で、シュッシュッとやるんですが、最初エアー抜きです。そしたら大体ですね、太さにもよるんですけど、今回全部枯らすっていう想定ですので、4から5プッシュ、大体1プッシュが 4cc から 5cc の間くらいなんですね。ですので、この太さでしたら 4cc じゃない4プッシュくらいでいいのかなと。こちら、もともとあった竹林じゃなくて、後から伸びてきた場所なので、勢力そんなに強くないんで、4プッシュくらいでいいかなと。そんな感じですね。気になったところは後から2、3プッシュ足してもいいですし、これは最初にやったところですけど、ちょっと若干足しちゃいました。はい。先に片手のこで、ある程度カットしてから注入してます。これは節の近くだったんで入りませんね。節のあんまり近いところでカットしちゃうと注入できないので、そこはちょっと考えなくちゃいけないです。高さもなるべく低い方がいいです。腰の状態によっては、1メートルくらいの高さでもいいと思いますが、できるだけ低い方がいいんではないかなと。なぜかというと、
地下茎をダイレクトに現役で攻撃するので、遠いよりは近い方がいいと言えます。はい、このように注入していきますね。簡単ですね。で、サンドイッチのように向こうからもちょっとカットしてあるんで挟み込んで全滅。グリフォサート系除草剤、原液、500cc2 本。今日は1リットル、前回 1.5 リットル、合計 2.5 リットル注入してます。原液を。このようにプロセスを踏んでやっているのは、さっきも話したように、地下茎を壊滅させるのが目的ですので、飼ってしまうのは動画的にはすごく見栄えがしていいんですが、結局また来年再来年になると竹草が生えてきます。その竹草が生えるのは、飼っただけで地下茎は攻撃してないからですね。で、こうやって地下茎を攻撃することによって、手をつけていない竹が枯れていくわけです。手をつけていない竹が枯れていくっていうことは、地下茎がやられているという証明になるわけですね。そうしますと、大体様子を見て最終的に刈り取るという考えでやっています。目的は竹を刈ることではなく、地下茎を壊滅させることです。これが竹枯らしの最も効果的な方法。で、いっぺんに刈るわけではないので、ちょっと何回かやらなくちゃいけないですけど、労力は分散できますので、私のようなシニア、いや、もう高齢者化してますけど、やりやすいって、やりやすくはないですね。けど、やれるというやり方ですね。はい。もう、あちこち、全部注入する必要はないので、本数っていうより、容量ですよね。どのぐらいの量、この程度の竹林で使ったかっていうことで、おそらく 500cc 残してあるので、最終的にこれもっと枯れて色がもう茶色くなってきます。で、若干残ってるところあるかと思うんですね。そこをカットして注入して、その一つの区切りをつけたいと思っています。はい。はい。もう新芽の背の高いやつはもう枝がなくなっちゃって、あれちょっと叩いたらポコッと折れますね。ちょっとなんか触りたくないんでいきませんけど。多分グリフォサート吸ってるんで、体に触れるとあんまりよろしくないんで。はい。もうあそこは真ん中枯れてますよね。色がまるっきり違う。こっちは新芽が出てますね。これでも新芽も葉っぱ、枝がだいぶ傷んでますね。で、この理由は、竹が積んであるところにあった新芽をカットして原液を注入したら、地下茎がつながっているので、このように枯れていくわけですね。この竹草がちょっと手強いんですね。こういう場合。でも竹草も成長しつつ、地下茎とつながっているとだんだん枯れています。それはもうだいぶ前に実証済みです。はい。もともとここに5本植えて生え広がった竹林ですので、向こうにある竹、あそこが一番青々として強いです。左に行くと新しい方なので弱いです。とにかくこの今見えているところを全部壊滅させると。はい、2ヶ月経った竹の状況ですが、だいぶ枯れています。葉っぱはだいぶ落ちてまして、もう向こうスカスカ。見えますね。左上の2ヶ月前の竹とは全く変わりました。地下茎攻撃ですので、すべての地下茎に、なんて言いますかね、綺麗に竹に行ってるわけではないんですね。だから若干、青いところが残ってるのは、これはもう分かってましたし、やむを得ないことです。ただ、この状況を見て、地下茎がどれだけダメージを受けてるかっていうのは、もう想像できますよね、皆さん。どうです？竹一本一本枯らしているのと違って、別な竹をですね、原液注入して、他の竹が枯れていくって、これも地下茎以外に考えられないですよね。ですので、来年は地下茎はもう壊滅状態に近いので、再生だけが生えてくる本数は極めて少ないと言えます。これが竹枯らしの本質じゃないかと思います。ですから来年、少し出てくると思います、再生だけ。でも、
非常に楽になります。それを来年ですね、ぜひお見せしたいと思いますので、またそれも実証映像としてですね、ぜひご視聴いただければと思います。いかがでしたでしょうか？参考にしていただけましたでしょうか？もし参考になったと思えた方はぜひいいねボタン、またよろしければチャンネル登録お願いいたします。次回、ご期待です。それでは失礼いたします。